1キャラ4分、世界一シンプルな名調バージョン 2. ペケ全キャラ解説。対象キャラはこちら、解説の考え方はこちら。各キャラスキル回しの実演、回しの解説の順でお届けします。参考になりましたらチャンネル登録お願いします。早速どうぞ。9円スキル回し、変装スキルで入場。音階スキル、共鳴解放、一振りで事足りよ。共鳴スキル、通常攻撃、ゲージが溜まったら通常攻撃長押し。収装スキルで交代。これで OK です。解説。9円はサブアタッカーとして2つの役割があります。1つ目、共鳴解放によって自陣全体にバフを入れる役割。2つ目、回路ゲージ貯めて強化状態になり切りまくって自分でもダメージ稼ぐ役割。この2つです。これだけ聞くとシンプルそうですが、9円には他のキャラにはあまり見ない仕様があって、何かというと、この回路ゲージが溜まると強制的に強化状態になっちゃいます。この仕様が便利そうに見えて実はめんどくさいんですが、後ほど説明するとして、まずはスキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場すると回路ゲージがいきなり2段溜まってくれます。この効果をちゃんと得るため、9円を出すときはしっかり変装スキルを発動させましょう。もし変装スキルを発動せずに交代してしまった場合、通常攻撃を連打することでもゲージが溜まるので2段目まで貯めましょう。続いて音階スキルを打ちます。9円は大抵エーテルレゾナンスというハーモニーを発動させるよう音階を装備しますが、この状態で音階スキルを発動すると次の共鳴解放以降の効果が強化されます。なので音階スキルは共鳴解放よりも前に発動させましょう。共鳴エネルギーが溜まったら共鳴解放を使います。この共鳴解放によって味方全体の会心ダメージにバフが乗ります。必ず打ちましょう。なおこのバフ効果を最大にするには9円自身のクリティカル率を 65% 以上にする必要があります。音階厳選を頑張りましょう。そして共鳴解放を打つタイミングにも注意が必要で、できれば回路ゲージが溜まりきる前に打ちましょう。というのも9円のゲージが溜まりきると勝手に強化状態に入っちゃう上、強化状態の効果時間がやたら短いので共鳴解放を使ってる時間がありません。バフが乗った状態で共鳴解放を迎えられるようゲージが溜まりきる前に共鳴解放を使いましょう。共鳴解放を打ったら余ってる共鳴スキルを打ちつつ通常攻撃をしてゲージが3つ溜まったら勝手に8秒の強化状態に突入。あとは通常攻撃ボタンを長押ししていれば勝手に強化銃撃が発動するので放置で OK です。で、競争エネルギーが溜まったら収装スキルで交代。9円の収装スキルは次のキャラへの音階スキルダメージブースト。現状この恩恵を受けられる音階スキルアタッカーはガルブレーナぐらいです。今後に期待ですね。実は音階スキルダメージブーストは回路ゲージが2段溜まった時にも発動しますが、そんな普通にスキル回ししてたら勝手に発動するので細かいところは省略します。補足を1点だけ。共鳴解放を使うために共鳴エネルギーを貯めようとして通常攻撃を打ってると、共鳴エネルギーが溜まる前に回路ゲージが溜まってしまい勝手に強化状態に入っちゃう場合があります。この場合はおとなしく通常攻撃ボタン長押しして強化状態の攻撃を出し切ってから後で共鳴解放を使いましょう。強化状態に入ったら長押し優先。これでいきましょう。9円終わり。カルテジアスキル回し、変装スキルで入場。通常攻撃連打。真ん中の剣が光ったら共鳴スキル。ジャンプして通常攻撃。音階スキル。共鳴解放。ここに権限する。共鳴スキル2回。通常攻撃連打。食材謝罪チルダイ。ゲージが溜まったら共鳴解放。潮風よ吹き荒れろ。収装スキルで交代。ご清聴ありがとう。これで OK です。解説。カルテジアの動きはざっくり2ステップ。1点目、剣の影を3種類集めて回収。2点目、共鳴解放して大人形態に変身し無双。この2ステップです。これを踏まえてスキル回しを見てみましょう。まず変装スキルでカルテジアが入場すると、この時点で左の剣が自動的に召喚されます。この左の剣は銃撃でも出せるので、変装スキルで入場できなかった場合は銃撃を使って左の剣を出しましょう。続いて通常攻撃を連打して真ん中の剣を召喚します。最後に共鳴スキルを使い右の剣を召喚します。これで3種類全てが揃いました。ややこしいのがこの状態はあくまでまだ剣の影を召喚しただけでカルテジアの力になっていません。剣の影を召喚した状態でジャンプし通常攻撃をするとそれらの影を回収し初めてカルテジアにバフがつきます。剣のアイコンの周りにエフェクトが渦巻いたらバフがついたサインです。共鳴解放前にこれら3つの剣の召喚と回収をしっかりやりましょう。続いて余ってる音階スキルを使ってから共鳴解放を使います。大人形態フルールドリスに変身。変身と同時に HP が最大 HP の2分の1まで減りますが無視して殴ります。共鳴スキルが2回使えるので使いつつ通常攻撃連打。ここのゲージを貯めていきます。ゲージがマックスになってから再度共鳴解放を使うと特大ビームが炸裂。
カルテジア形態に戻ります。さっき減った HP も最大 HP の2分の1だけ回復します。そのまま次のキャラへバトンパスして終了です。補足を2点だけ。補足1点目、カルテジアはダメージがカルテジア自身の最大 HP に依存する特殊アタッカーです。攻撃力のパラメーターが全く意味ないので注意しましょう。補足2点目、カルテジアやフルールドリスの攻撃は敵についている風食デバフのスタック数が多ければ多いほどたくさんのダメージを与えられます。一方でフルールドリス中の一部攻撃は敵の風食スタックを直ちに減らしてしまいます。慣れるまではあんまそういう話は気にせず今ご紹介して回しで大丈夫なんですけど、慣れてきたら風食デバフのスタック数を高く保ったまま攻撃することを意識してみましょう。具体的にどうするかというと、フルールドリス状態の時ゲージが溜まりきってない状態で共鳴解放ボタンを押すと一時的にカルテジア状態に戻ることができます。凸をしていない限りフルールドリス状態では風食デバフのスタック数を増やせないので、フルールドリスの攻撃で風食デバフのスタック数を減らしたら一度カルテジアに戻り通常攻撃や共鳴スキルで風食スタックを3まで貯めましょう。なおシャコンヌがいればカルテジアに戻らず風食スタックを貯められますし、軌道の漂白者やチサがいると風食スタックを3より多く貯められるようになりますし、凸してしまえばその両方がカルテジアだけで実現できるようになるんですが、込み入った話になるのでこの動画ではそういうのもあるよ程度のご紹介にとどめます。カルテジア終わり。シャコンヌスキル回し、変装スキルで入場。通常攻撃連打。ゲージ2本目が溜まったらジャンプして通常攻撃連打。3本目が溜まったら共鳴スキル。音外スキル。強化銃撃。共鳴解放。収束スキル。これで OK です。解説。シャコンヌの大まかな動きは超シンプルで、通常攻撃でゲージを貯めて共鳴解放を打つだけなんですが、この間にちまちまバフを巻いたりなんなりしてます。各スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場すると早速ゲージを1つ持った状態で入場します。続いて通常攻撃を連打すると4段目の攻撃の発動時にゲージを1本獲得します。緑のシャコンヌの分身みたいなのが出ますが、起動ダメージバフを配ってくれる人です。さらにジャンプしてから通常攻撃を連打しゲージを1本獲得します。わざわざジャンプしてるのはそっちの方がゲージを早く獲得できるからなんですが、めんどくさければずっと通常攻撃連打で大丈夫です。ここで再び分身が出てきます。ゲージが3本溜まったら余ってる共鳴スキルと音外スキルを打ち、通常攻撃長押しして強化銃撃を打ち、共鳴解放を使って終わりです。共鳴解放を打つとシャコンヌが歌い始め、さらに左か右の選択肢が出てきます。シャコンヌが歌い続けてる間、走行デバフか風食デバフを相手に付与し続けてくれるんですが、左を選ぶと走行デバフ、右を選ぶあるいは何も選ばないと風食デバフをつけてくれます。フィービーやザンニーと組むときは左、カルテジアと組むときは右を選びます。歌ってる間は動かせなくなるのでさっさと交代しましょう。交代してもシャコンヌは歌い続けてくれるので安心です。逆に言うと一度共鳴解放を使っちゃうと実質交代以外何もできず、競争エネルギーを貯めることもできなくなります。収束スキルを使って交代できるよう共鳴解放前に競争エネルギーを貯め切りましょう。シャコンヌ終わり。カンタレラスキル回し、変装スキルで入場。共鳴スキル、共鳴解放。通常攻撃ボタン長押しでミラージュ状態に移行。共鳴スキル、通常攻撃ボタン長押し。下のゲージが3つ溜まったら強化共鳴スキル、音外スキル、収束スキルで退場。これで OK です。解説。カンタレラの大きな流れとしては、上のゲージを貯めて次に下のゲージを貯めて最後に大ダメージプラス回復バーンという感じです。各スキル回しを見てみましょう。まず変装スキルで入場すると上のゲージが1つ溜まります。その後共鳴スキル発動で1つ、共鳴解放を発動すると3つ貯められるので早くも5つ溜まりきります。変装スキルや共鳴解放が使えないとかでこのゲージが5個溜まってない場合、通常攻撃3段目でも1つ溜まるので通常攻撃を連打して4つ以上にしましょう。4つ以上貯めたら通常攻撃を長押ししてミラージュ状態に移行します。ミラージュ状態に移行するとフィールドが深海のようになります。共鳴スキルがなぜかまた使えるようになるので起動。さらに通常攻撃ボタンを押しっぱにして下のゲージを3つ貯めます。ちゃんと上のゲージを事前に4つ以上貯めてれば上のゲージ
ジが枯れてミラージュ状態が解除される前に下のゲージが3つ溜まりきるはず。下のゲージが3つ溜まると強化共鳴スキルが発動できるようになるので発動。大ダメージとパーティーの HP 回復です。最後に余っていた恩返しスキルを発動し他の人にバトンパスして終了です。もし競争エネルギーが溜まりきってなかったら適当に通常攻撃してお茶濁してからパスしましょう。カンタレラの収束スキルは消滅ダメージと共鳴スキルダメージブーストです。消滅属性を持つフローバやロココと相性が丸です。特にフローバとは非常に相性がいいんですが理由は込み入るのでフローバのチャプターを参照ください。カンタレラ終わり。ロココスキル回し変装スキルで入場。通常攻撃共鳴解放アドリブも任せて。共鳴スキル通常攻撃3回。恩返しスキル収束スキルで退場。これで OK です。解説ロココはめちゃくちゃシンプルでゲージ貯めて溜まったら浮いてバンバンバン以上です。各スキル回しを見てみましょう。まず変装スキルで入場すると入場時に1枠目のゲージが溜まります。続いていいタイミングで通常攻撃ボタンを押すと通常攻撃の4段目をいきなり発動してくれます。この通常攻撃4段目がゲージを1枠分貯めてくれるのでこれで都合2枠分のゲージが溜まります。ただこの変装スキル入場後の通常攻撃の使用タイミングが少しシビアでタイミングが悪いと通常攻撃4段目が発動せずゲージが少ししか溜まりません。もし溜まらなかった時は落ち着いて通常攻撃を連打し2枠目まで貯めましょう。2枠目まで貯めたら共鳴解放を打ちます。自分含め自陣に攻撃力アップバフがつくのでこの後のロココによる強攻撃に先立ちできればこのタイミングで打ちましょう。なおロココのクリティカル率が 70% 以上の時に攻撃力アップバフの効果が最大になるのでまずはこのラインを目指して音外厳選しましょう。この後共鳴スキルを打つと3枠目のゲージが溜まるとともにロココが空に飛び上がり幻想浮遊という特殊な状態になります。そうするとゲージにペロのマークが現れるとともに通常攻撃が強化されるので3回ボタンを押してバンバンバンします。この強化通常攻撃は共鳴スキルを打った後にふわっと浮き上がる幻想浮遊状態でしか使えません。なのでゲージが2本溜まっていないうちに共鳴スキルを使っちゃわないようにしましょう。またもし共鳴スキルを打って浮いた後にバンバンバンし損ねた場合は代わりに通常攻撃ボタン長押しによっても再び幻想浮遊状態に入れるので慌てず銃撃を使い浮いてからバンバンバンしましょう。地上に降りた頃には競争エネルギーも溜まってるかと思うので恩返しスキルを打って他の人にバトンパスして終了です。なおロココは収束スキル発動後に探索モジュールを変化させこれを使うと竜巻が発生し襲撃してくれます。ただダメージが少ないため襲撃目的以外では無理に発動する必要はありません。ロココ終わり。ザンニースキル回し変装スキルで入場。共鳴スキルからすぐに通常攻撃強化共鳴スキル恩返しスキル共鳴解放発動通常攻撃を3段 ×2 回もう1回共鳴解放収束スキルで退場。これで OK です。解説ザンニーには2つのゲージがありますが下のゲージは後で説明するので一旦完全無視。上のゲージを貯めて強化共鳴スキルを使い共鳴解放を使って殴るという流れだけ押さえて各スキル回しを見てみましょう。まず変装スキルで入場すると上のゲージが半分溜まります。続いて共鳴スキルを使い直後に通常攻撃ボタンを押すことで通常攻撃の3段目が発動。ここまででゲージが満タンになるので強化共鳴スキルを発動。これにより大ダメージに加え相手に走行デバフっぽいものや自身にダメージブーストバフを与えます。後続の共鳴解放前に必ず使っておきましょう。余ってる恩返しスキルを使った後共鳴解放を使って本気モード突入。ここでゲージに注目。気にしなくていいって言ってた下のゲージが目立つように表示され本気モード中に通常攻撃を行うとどんどんこのゲージが減っていきます。そしてこのゲージがここよりも下になるあるいは8秒経過すると再び共鳴解放が使えるようになるので使うと大ダメージを与えて終わり。他の人にバトンパスして終了です。もし競争エネルギーが溜まりきってなかったら適当に通常攻撃をしてお茶を濁してからパスしましょう。補足を1点。この下のゲージ今回の例では勝手にフルに溜まってましたがこれは何を条件に溜まるかというとザンニー自身が強化共鳴スキルを使うかあるいはチームの誰かが走行デバフを付与することでゲージが溜まります。とは言いつつザンニー自身が強化共鳴スキル使って溜まるのはビビたるもんなんで実質走行デバフの付与が条件になります。今回ザンニー交代前に走行デバフを付与できるフィービー
て殴ってますが、装甲がつくたびにゲージがもりもり溜まってますね。一方でザンニーだけではほとんどこのゲージを貯めることができません。貯めることができないとどうなるかというと、普通に共鳴解放は使えるんですが、共鳴解放中の攻撃はこのゲージを消費して行うため、攻撃回数も威力も大きく減ってしまいます。現時点ではフィービーか解説主人公が装甲デバフを付与できるので一緒に編成しましょう。珍しく名調の中でも相当他人の補助ありきのアタッカーなので注意しましょう。ザンニー終わり。フィービースキル回し。変装スキルで入場。通常攻撃長押し。共鳴スキル。音外スキル。共鳴解放。通常攻撃3回からの強化銃撃を4セット。収装スキルで退場。これで OK です。解説。フィービーには2つのゲージがあるんですが、珍しく一旦全く気にしなくて OK なので、すぐにスキル回しを順番に見てみましょう。変装スキルで入場するとスキルが黄色と青色に光っているので、黄色く光っている通常攻撃ボタンを長押しします。これによりフィービーはアブソリューション状態という状態に入ります。これはフィービー自身がダメージを出すモードです。モードっていうからには別のモードもあるんですが、一旦それも後回しにするとして、アブソリューション状態に入ったら共鳴スキル、音外スキル、共鳴解放の順で使えます。共鳴スキルは2回連続で使えるように見えますが、2回目はワープするだけなので、1回だけ使ってすぐ音外スキルを使って大丈夫です。共鳴解放したら通常攻撃を3回すると通常攻撃ボタンが黄色く光るので長押しして銃撃を発動。このセットを4セット繰り返します。全て打ち終わったらゲージがゼロになるので他の人にバトンパスして終了です。もし競争エネルギーが溜まりきってなかったら適当に通常攻撃してお茶濁してからパスしましょう。補足2点。1点目、もう1個のモードについて。交代した直後の黄色と青のうち黄色を長押しするとフィービー自身がダメージを出すアブソリューション状態に入りましたが、この時青を長押しすると装甲デバフをたくさん付与し他のアタッカーを支援するコンフェッション状態に入ります。ザンニーと一緒に組んでる場合はこのコンフェッション状態の方を使いましょう。装甲デバフを付与するとなぜザンニーの支援になるのかはザンニー解説チャプターを参照ください。コンフェッション状態の時のスキル回しはアブソリューション状態とほぼ同じですが2箇所ほど変更点があって、1つ目、共鳴解放後の通常攻撃 ×3 の強化銃撃、これが4セットではなく2セットになります。2つ目、音外スキルを収装スキル直前に使うことになります。というのもフィービーはアブソリューション状態を使うかコンフェッション状態を使うかで推奨の音外が微妙に変わり、コンフェッション状態の時は無常の詐欺が推奨のメイン音外になりますが、この詐欺の音外スキルを使うと変身してしまい無駄なので、音外スキルを使った後すぐ交代できるように収装スキル直前で打つという理屈です。音外スキルボタンを押した直後に交代しても音外スキルは有効なので安心してください。補足1点目は以上。補足2点目、各ゲージの意味について。フィービーは交代直後はゲージが1個しか表示されておらず、これは時間経過で蓄積するもので24秒で満タンになります。これが満タンになると黄色か青を選んでモード変更が可能になります。普通フィービーに交代するまでに24秒経ってるのでまあ気にしなくて OK です。そして黄色か青のモードを選んだ瞬間、今度は上に満タンのゲージが現れます。結局上のゲージも満タンでスタートするので気にせずスキル回してゲージ消費すればよく、フィービーは他のキャラみたくゲージのためについてあんま気にしなくて OK という理屈でした。フィービー終わり。ルパスキル回し、変装スキルで入場、共鳴解放、強化共鳴スキル、通常攻撃連打、強化共鳴スキル、収装スキルで交代。これで OK です。現状ルパは音外スキルを使わない回しが主流になってます。解説。ルパは自陣の消熱ダメージを上げるアタッカーで、なんかいろんなタイミングで消熱バフやデバフをマクし、ゲージも赤いゲージとその上に重ねて表示される狼ゲージの2種類があって、これらもなんかいろんな条件でたまるんですけど、そういう細かいことを覚えなくても全然 OK なキャラです。ただそれよりも大事な話がちょいちょいあるので、各スキル回しを見ながらご紹介します。本来であれば変装スキルで入場した後、ルパはさっさと共鳴解放を打ちます。ルパは共鳴解放を
打った時に敵の消熱属性の耐性を下げる効果を持ちますが、この耐性低下の効果はパーティー内に消熱属性のキャラが何人いるかで変わります。3人いる場合が最も効果が高いので、ルパを編成する時は例えばブラントや調理など消熱属性のキャラと一緒に編成しましょう。共鳴解放を使うと赤いゲージが溜まって強化共鳴スキルが使えるようになるので使えます。そのまま間髪入れずに通常攻撃を連打するといい感じに攻撃が続いて、結果的に赤いゲージも狼マークもマックスまで溜まるはずです。狼マークが最大2ポイントまで溜まると、厳密に言うとさっきとは別物なんですが、再び強化共鳴スキルが使えるようになるので使えます。そして収装スキルを使って交代します。ルパのオリジナリティが発揮されるのはここからで、交代キャラが共鳴解放を使うとそこにルパが追撃してくれます。普通にやってれば交代キャラは共鳴解放を使うと思いますが、打ち漏らさないようにしましょう。さらにきちんとルパ A、B、ルパと変装スキルを発動させながらルパに戻ると、ルパの変装スキルがめちゃくちゃ強いバージョンに変わります。ですのでルパを編成するときは消熱属性3人で固める。ルパからの交代先は必ず共鳴解放を使う。再びルパにローテするまで全員変装スキルを必ず発動させる。これらを守るようにしましょう。これらさえ守ればルパのゲージの溜め方とかその辺は気にしなくて OK です。ルパ終わり、ブラントスキル回し、変装スキルで入場、共鳴解放、炎よ燃え盛れ。間髪入れず通常攻撃3回、共鳴スキル、強化共鳴スキル、収装スキル、これで OK です。解説。ブラントは消熱属性のサブアタッカーで、スキル回しもとてもシンプル。ぶっちゃけあんま言うことないんですが、それぞれ見てみましょう。変装スキルで入場した後、ブラントはさっさと共鳴解放を打ちます。これにより敵にダメージなり自陣の HP 回復なり自身への攻撃力アップバフなりが入ります。共鳴解放を使った直後、ブラントは空中に浮いてるかと思うので、そのまま通常攻撃ボタンを連打するとうまいこと空中攻撃をしてくれます。3回というか3セット空中攻撃をしてから共鳴スキルを使うと、おそらくゲージが溜まっており、強化共鳴スキルが使えるようになるので使えます。この強化共鳴スキルは超高倍率のダメージプラス自陣へのシールド付与効果で、どれぐらいダメージ大きいかっていうと、この動画で収装スキルまで見せようとしたら敵倒しちゃったぐらい強いです。これは絶対に打ち漏らさないようにしましょう。収装スキルの効果は次のキャラへの消熱ダメージと共鳴スキルダメージブーストです。同じ消熱属性である調理やルパ、特に調理は共鳴スキル扱いのダメージ割合も多いため、彼女らと編成すると効果的です。補足を1点だけ。現時点の攻略サイトにおけるブラントの推奨音外ハーモニーはタイズターニングバラで、5セット装備した時の記載にある通り、共鳴効率を 250% 以上確保すると大きなバフが得られます。250% 以上確保できるよう音外厳選など頑張りましょう。付け加えると、ブラントの共鳴解放による攻撃力アップバフは共鳴効率が 280% 以上の時に最大の効果が得られますが、共鳴効率 280% って結構厳しいので、こっちの優先度は高くなくて、クリアクリダメなど良い感じのサブステータスが出てればそっちを優先させて大丈夫です。共鳴効率 250% 以上は死守、280% 以上は無理せずに、こんなノリでいきましょう。ブラント終わり。カルロッタスキル回し、変装スキルで入場、これがモンテリの挨拶です。共鳴スキル2回、お静かに。空中で通常攻撃、着地後に通常攻撃3回、強化銃撃、ひざまずきなさい。共鳴解放、勝利の女神が微笑んだ。通常攻撃連打、アルテの完成ですわ。音外スキル、収装スキルで交代、これが心。これで OK です。解説。カルロッタは名調でよくある、なんかメカニズムは複雑だけどそれを実際の動きに落としちゃうと簡単キャラで、複雑なところをチラ出しすると、カルロッタには2つのゲージがあって、まず雪印マークのゲージをいろんな手段で貯め、いろんな手段を使うと雪印が消費され、このいつもの形の方のゲージが溜まり、いつものゲージが溜まり次第所定の手順を踏むと効果力が出せるんですけど、いろんな手段なるものをいちいち覚える必要なく、今からご紹介する方法で OK なので見てみましょう。まず変装スキルで入場すると雪印が3つ溜まります。
ます。もし変装スキルで入場し損ねた場合、通常攻撃の2段目でも雪印は溜まるので、変装スキルで入場し損ねたら通常攻撃使いましょう。続いて共鳴スキルを2回使うと、1発目で雪印がさらに3発溜まり、2発目で雪印が全消費されゲージが溜まります。雪印が0の時はそもそも雪印マークそのものがなくなるのでちょっと分かりにくい。この時今回はすでにゲージが溜まりきってますが、本来は3分の4までしか溜まりません。今回はこのカルロッタが1突してるために溜まっちゃってるものですので無視してください。続いて共鳴スキルを2発撃ち終わった後、カルロッタは空中にいるはずです。この空中で通常攻撃を1発撃つとビューンと急降下しますが、今回発動せずが別に問題ありません。大事なのは着地後に通常攻撃を何発か撃つこと。これによって雪印が溜まって雪印消費してゲージ溜まってなんやらかんやらあって、本来はゲージがここで溜まりきるはずです。溜まりきると砂時計バフがつきます。溜まりきったら通常攻撃ボタン長押しで強化銃撃を発動させます。銃撃自体はいつでも出せるんですが、ゲージを満タンにしてから撃たないと効果力にならないので注意。またちょっと細かい話ですが、一度強化銃撃を撃つと24秒間はたとえゲージを再び貯めたとしても強化銃撃を使えません。使えない間は真ん中のアイコンが赤から青に変化しています。普通3キャラを回していれば24秒経つので気にしなくていいはずですが、一応共有しておきます。強化銃撃を撃ったら続けて共鳴解放を撃ちます。この共鳴解放も同じで、共鳴エネルギーさえ貯めれば撃てるんですが、ゲージを貯め切ることでつく砂時計バフがついてから共鳴解放を撃たないと威力が減退するので、必ず砂時計バフをつけてから共鳴解放を使いましょう。共鳴解放を使ってからは通常攻撃を連打しているだけで勝手にフィニッシュまで至ってくれます。終わったら適当に音階スキル打って収装スキルでバトンパスして終了です。カルロッタの収装スキルはシンプルな凝縮属性のダメージです。以上です。ほとんどの場合貯めた雪印を消費して初めてゲージが溜まるので、雪印の貯め方と雪印の消費&ゲージの貯め方、これらを理解してないといけないはずですが、共鳴スキルの1発目2発目みたく雪印蓄積と雪印の消費ゲージ蓄積は一連の行動で大体セットになるので、適当に動かしてもゲージ溜まってくれるはずです。なおさらに火力を高めようとすると、初手ショアキーパーなどのサポーターキャラに交代する前にカルロッタだけ共鳴スキルを2回打つとか、ちょっとこねる余地があるんですが、この動画は初心者用なので割愛します。興味があれば調べてください。カルロッタ終わり。ここからは再放送、チサ、ガルブレーナ、フローバ、ユーのオーガスタの順でお届けします。チサ、まずは早速スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場、音階スキル、共鳴スキル、通常攻撃連打、ゲージ6割ぐらいで共鳴解放、強化共鳴スキル、通常攻撃長押し、収装スキル。これで OK です。だいぶシンプルですね。それではスキル回しの解説です。チサの大まかな動きは超シンプルで、通常モードでいろいろ攻撃してゲージを貯め、ゲージがマックスになったらチェーンソーモードに変化、チェーンソーモードでぶっ破して終わり。これだけです。ゲージが2つあるように見えますが、下のゲージは気にしなくて OK、 上のゲージを貯めることだけ考えましょうという大まかな動きだけ押さえた上で、各スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場すると早速ゲージがちょっと溜まります。続いて音階スキルが余ってるのでさっさと打っちゃいます。さらに共鳴スキルを使うことでもゲージが溜まるので、これもさっさと打っちゃいます。打つもん打ったら通常攻撃を連打します。どんどんゲージが溜まってますね。デカバサミをジャキーンするときはなんか直感的じゃないんですけど、なぜかチーム全体の HP が回復します。えらい。ゲージがマックスになるまで攻撃し続けるのではなく、6割ぐらいになったら共鳴解放を使いましょう。なぜかというと、共鳴解放を使うだけでも4割ほどゲージが溜まるからです。別に共鳴解放を使わず通常攻撃を使い続けてもゲージはマックスになってくれるんですけど、共鳴解放を使っとくと4割ほどゲージが溜まることに加え、後のチェーンソーモードのダメージ倍率が上がるバフまでついてくるので、必ずチェーンソーモード前に共鳴解放を使っておきましょう。ただ、もしゲージが6割溜まったぐらいの時にまだ共鳴解放が使えないようであれば、おとなしく通常攻撃連打し続けてゲージ溜め切っちゃいましょう。ゲージが溜まりきると共鳴スキルが強化共鳴スキルに変化します。強化共鳴スキルを使うとチェーンソーモードに変化します。ちなみにこの時強化共鳴スキルをちょん押しではなく押しっぱなしにしていると、広範囲の敵を自分の元に集められます。結構便利なのでお試しください。チェーンソーモードに変化したら通常攻撃ボタンを長押ししていれば、溜めたばっかのゲージを消費しつついい感じに連続攻撃してくれます。最後の攻撃ではなんか直感的じゃないんですけど、なぜかチーム全体にシールドがつきます。えらい。ゲージが尽きた頃には競争エネルギーも溜まってるかと思うので、他の人にバトンパスして終了です。もし競争エネルギーが溜まりきってなかったら適当に通常攻撃してお茶濁してからパスしましょう。なお、チサの収装スキルの効果は特殊でちょっと乱暴な言い方なんですが、バトンパスされたメンバーが敵に異常効果を与えるとき、その最大スタック数を3増やせます。
例えば私のカルテジアの場合、通常風食デバフを6までしかスタックさせられないんですが、知差からバトンパスされた状態で攻撃していると最大9までスタックさせられます。風食デバフによる継続ダメージ量をこれまでよりも増やせるってことですね。なので知差からバトンパスを受けたキャラは通常よりも多くスタック数を付与できるってことを認識した上でスキル回しをする、要は今まで以上にスタックを付与できるようにスキル回しをするようにしましょう。知差の回しの解説以上です。それではいつもの細かい補足コーナーと言いたいところなんですが、なんと今回初の補足ゼロ。確かにまだ細かい話はいろいろあって、例えば知差は相手に防御力を下げる虚滅効果というデバフを与えているだとか、知差は共鳴スキルを使うことなどによって相手をロックオン状態にしており、そのロックオン中に攻撃すると防御力を少し無視してダメージ与えられているとか、チェーンソーモード中は一定時間内にダメージ与えないと強制的にチェーンソーモード状態が解除されちゃうとか、そういった細かい仕様はあるんですけど、別に意識せずとも普通にスキル回ししてれば勝手に虚滅効果デバフつくしロックオンされるし、チェーンソーモード入ったのにそのままダメージ与えずぼったちしてることとかまずないと思うので、いろいろ考えたんですけど、結論細かい話はいい、感じに回せるようになりたいだけなんやぐらいのモチベーションの方に新たに補足しなきゃいけないことはないと判断しました。なので安心してこれだけの情報で知差を使ってください。ガルブレーナ、まずは早速スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場、音階スキル、通常攻撃連打、強化共鳴スキル、共鳴解放、通常攻撃連打、収装スキルで交代。これで OK です。私がこれまでにご紹介したキャラの中では過去一シンプルな回しです。それではスキル回しの解説です。ガルブレーナには3つのゲージがあります。予炎ゲージ、魔炎ゲージ、浄化の炎ゲージです。HP バーの上にもなんか白いゲージないと思うかもですが、これは気にしなくて OK です。まず予炎ゲージそのものについては正直これも気にしなくて OK です。というのもこれは自分含む味方それぞれが音階スキルを使うたびに溜まっていくもので、この溜まり具合に応じてガルブレーナの余ダメージが上がります。音階スキルは意識せずとも普通に使ってるでしょうし、意識したところで使える音階スキルの回数には制限があるので、予炎ゲージを貯めようという気持ちというか、ガルブレーナが編成にいるときは音階スキルを余さず使おうという気持ちでいれば OK で、予炎ゲージそのものを気にする必要はありません。残り2つのゲージですが、魔炎ゲージも浄化の炎ゲージも同じものです。というのも魔炎ゲージをマックスまで貯めてから強化共鳴スキルを使うと、それが浄化の炎ゲージマックスに変換されるので、それを消費して強い攻撃を繰り出す。終わったらまた魔炎ゲージを貯めるという繰り返しだからです。じゃあゲージの名前変えなくていいじゃん。というわけで以降単にゲージとだけ呼びます。冒頭のスキル回しを分類すると、ここがゲージ貯めるフェーズで、ここがゲージ使って強い攻撃を放つフェーズです。という全体感を押さえた上で改めてスキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場し、まず音階スキルを使います。さっき言った通り音階スキルを使えば使うほど余ダメが上がるのでさっさと使います。ただ実際に余ダメが上がるのは強化共鳴スキル後なので、実際には強化共鳴スキルまでに音階使えば OK です。というか逆に強化共鳴スキル後に音階スキル使っても余ダメ上がりません。注意しましょう。通常攻撃連打のところですが、ややこしいこと全部無視して一言で言うと、ここのゲージが溜まりきるまで連打すれば OK です。ゲージが溜まったら共鳴スキルが強化されるので、使うと強化モードになり余ダメが上がります。さらに共鳴解放を使うと、この強化モード中の余ダメがさらに上がります。なんとなく共鳴解放を使うと強化モードになると思いがちですが、実際は違くて、正しくはゲージマックスで共鳴スキル使うと強化モードに入り、そこでさらに共鳴解放を使うと強化モードの余ダメがさらに増すという仕様です。ちょっと不思議な仕様ですね。共鳴解放を使って強化モードをさらに強化したら、あとはゲージが尽きるまで通常攻撃ぶっ破し、収装スキルで交代します。めっちゃ簡単ですね。スキル回しのメインの説明は以上です。ここからは細かい補足を5点。回しが簡単な分ちょっと補足がいつもより多めです。補足1点目、便利な回避行動について。ガルブレーナは回避行動を取った時に回避に成功すると通常攻撃の4段目に派生するし、別に回避に至らなかったとしてもそれはそれで通常攻撃のコンボを切らさずに続けることができます。回避行動を取ることのデメリットが少ないですね。当然回避にはスタミナを使えますが、ただ最終コンボまでつなげるたびにスタミナが若干回復する特性もあります。というわけで危ないと思ったら軽率に回避行動を取っちゃいましょう。補足2点目、謎の白いバーについて。ガルブレーナは特定の攻撃を発動すると
と内縁というスキルにより4秒間攻撃力と中断耐性が上がります。攻撃力アップ量はプラス 20% とかなりデカめ。白いバーはこの内縁の効果時間を表しているものですが、冒頭ご紹介したスキル回しを見ていただくと分かりますが、このスキル回しをしとけば完全ではないですが内縁状態が切れることはほとんどありません。なのでぶっちゃけ気にしなくて OK です。これに関連して余裕あれば頭に入れておくといいのが地獄渡りというかっこいい名前のスキル。ガルブレーナは自分のスキル発動中かつ地面にいる時に回避行動を取ると地獄渡りを発動し一定のダメージを与えます。この地獄渡りでも内縁効果を得られるので、内縁切れそうと思ったら回避行動を取り地獄渡りを発動させると良いです。補足3点目、アルファベットについて。ガルブレーナが敵を攻撃するとその敵に謎のアルファベットのデバフがつきます。これは獲物を狩り尽くすという固有スキルで、ガルブレーナがいろんな攻撃を当てるたびにガルブレーナによる攻撃のよだめが上がるデバフをつけるというものです。今言い方まどろっこしかったと思いますが、雑に言うといろんな攻撃を当てれば当てるほどその分よだめ上がりますってことです。いろんな攻撃ってのは一個一個言わないけどこれらで最大で4種類までスタックします。冒頭ご紹介した単純なスキル回しでも十分運用できるんですが、いろんな技を組み合わせて攻撃するとよりよだめが上がるってことですね。補足4点目、相性の良いキャラについて。さっき気にしなくていいと言った恩返スキル使うとたまるマエンゲージですが、具体的には恩返スキルを計5回使うとマエンゲージがマックスまでたまりよだめアップ効果も最大になりますが、パーティー内で普通に一巡スキル回しをすると一巡の中では恩返スキルは各キャラ1回しか使えないので結果として全体で3回までしか使えません。じゃあ恩返スキル5回も使えないじゃん、エンゲージマックスまで貯められないじゃんと思うかもですが、ここで役に立つのがカンタレラと今後実装される9円です。この2人は恩返スキルに加え恩返スキル扱いとなる攻撃を持っているので、通常攻撃よりも多くエンゲージを盛れるためガルブレーナと相性丸です。2人とガルブレーナを編成するときはそういうシナジーがあることを認識した上で、恩返スキルだけではなく恩返スキル扱いの攻撃も打ち漏らさないようにしましょう。補足5点目、銃撃の使用用途について。珍しくシンプルローテに銃撃の字の字もなかったですが、通常攻撃が近距離用の攻撃であるのに対し銃撃は中距離用の攻撃です。長押し失敗で最大3弾まで発動しますし、これはこれでゲージを貯められます。なので距離取って安全に戦いたいときは銃撃を使っても良いかと思います。補足は以上です。フローバー、まずは早速スキル回しを見てみましょう。恩返スキル、共鳴スキル、通常攻撃連打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 、音符6つ溜まったら銃撃、共鳴解放、控えにチェンジ。控え中は極力恩返スキルを使うことを意識。背後では専用 BGM が流れてますね。専用 BGM が盛り上がってくるまで控えキャラが攻撃。今から BGM がテレレレレレと盛り上がりますので BGM に注目。テレレレレレ、これが聞こえたらフローバにチェンジ。通常攻撃2回。これで OK です。だいぶシンプルですね。それではスキル回しの解説です。フローバは音符貯めてヘカテ呼んで控えで殴るという流れがベースになっています。というわけでまずは音符を貯めましょう。冒頭恩返スキルを使っていますが、これは別に音符集めとは関係なく使えるようになってるから使ってるだけで、ここからが音符集めの作業。一番手軽な方法は共鳴スキルを使うことです。共鳴スキルを使うと音符が即1個貯まります。さらに通常攻撃と共鳴スキルが強化版に変化するので、ここではもう一度通常攻撃を行いますが、そうすると音符がさらに1個貯まります。都合2ボタンで音符が2個貯まるようになり、これが一番効率的なので、共鳴スキルは使えるようになったら基本さっさと打っちゃいましょう。なお溜まっている音符の色がなんか違いますが、ぶっちゃけ気にしなくて OK です。共鳴スキル以外に音符を貯める方法がもう1個あって、それは通常攻撃の3段目を当てること。というわけで共鳴スキルが使えないときは通常攻撃を連打します。3段目を当てると音符が1個増えるとともに、さっきと同様通常攻撃と共鳴スキルが強化版に変化するので、ここではもう1回通常攻撃を行います。この強化した通常攻撃を行うことでも音符が1個貯まります。こんな感じでまとめると、共鳴スキルが使えるときは共鳴スキルを使い、その後通常攻撃をすることで音符を2個獲得。そうでないときは通常攻撃をしまくって音符を2個ずつ獲得。これを繰り返すことで HP バーの上にあるゲージに音符を6つ貯めます。音符が6つ貯まると銃撃が強化版に変化するので、長押しすることで強化銃撃を発動させると、カメラワークがちょっとおしゃれな感じになって、かつ周囲にモヤモヤが発生し、いかにも必殺技準備完了みたいな感じになります。共鳴解放が使えるようになってますね。
通常共鳴解放を使うには共鳴エネルギーを貯める必要がありますが、フローバは音符6つ貯めて強化銃撃をするだけで共鳴解放が使えるようになります。というわけで共鳴解放ボタンをちょい押しして共鳴解放します。この時ボタンを長押ししないようにしましょう。共鳴解放を使うとご覧の通りフローバは高みの見物をしてフローバがヘカテを操作するモードになります。一応この状態でもヘカテ動かせたり攻撃したり回避したりできるんですけど、結論から言うとこのモードでヘカテを操作する動きは考えなくて大丈夫です。というのもこの状態で控えキャラにバトンパスするだけで攻撃力を上げる余韻というバフをフローバにつけられるためお得だからです。さらにバトンパスしたキャラが音外スキルを当てることでヘカテが勝手に追撃してくれます。控えキャラに変えずにヘカテを動かしているとヘカテに攻撃が当たった時にフローバがダメージを受けちゃうんですが、控えキャラに変えた後とどまり続けているヘカテに攻撃が当たっても控えにいるフローバはダメージを受けません。なので安全面でも攻撃面でもさっさと控えキャラに変えた方が得ってわけですね。控えキャラに変えた後、控えキャラが何をせずともヘカテは勝手に追撃してくれますが、先ほどお話しした通り控えキャラが音外スキルを使うとヘカテが追加で追撃をしてくれます。この追撃の威力がかなり高いのでヘカテが場に出てくれている間に控えキャラがいかに音外スキルをたくさん使うか、これがフローバの DPS を上げる上で重要なポイントになってきます。ただ同じキャラの同じ音外ごとにヘカテは1回しか追撃してくれません。なので普通は各キャラ1回しかヘカテによる追撃を発動させることができません。例外もあるんですが一旦それは置いといて、少なくともヘカテが場にいる間に入れ替わったキャラは音外スキルを絶対使う、これを徹底するようにしましょう。なおヘカテが場にいる時間は24秒です。22秒あたりで BGM がテレレレレと盛り上がるので、そこまでに音外スキルを使い切ることを意識すれば OK です。 BGM で判断したくない場合はフローバが控えにいる間ここに表示されるゲージに注目。この6つあるチビ音符が0になったあたりがテレレレレなので、そこまでに音外スキルを使い切りましょう。音外スキルを使い切った後も油断は禁物で、競争エネルギーを溜め切った後音楽が鳴ってる間にフローバにチェンジしましょう。鳴ってる間にフローバにチェンジするとフローバが通常よりも強力な変装スキルを使ってくれるからです。最後にスキル回しのお尻にある通常攻撃2回が何かというと、フローバの変装スキル使用直後に通常攻撃ボタンを押すといきなり通常攻撃の3段目が発動してくれるので、すぐに音符が1個溜まります。直後通常攻撃が強化版に変化するので1回ポチることでさらに音符を1個貯められます。だからフローバに戻った後2回通常攻撃ボタンを押そうってことですね。そして戻ってきたフローバのバフに注目してほしいんですが、見慣れないバフのスタック数が増えています。これがさっき言った余韻バフで、早い話が攻撃力アップバフです。入れ替わる前後でスタック数が3増えてますね。これはフローバがヘカテ呼んでから控えキャラに変わった瞬間に2スタックつき、さらに控えキャラが音外スキルを使うたびに1スタック溜まる仕組みなので、今回は3スタック溜まったってことです。この余韻バフによる攻撃力の上昇効果は超高く、しかも戦闘中の効果時間は無限、時間的には永久にスタックし続けられます。なのでフローバは長期戦になる廃墟などのコンテンツと相性が良いということですね。スキル回しのメインの説明は以上です。ここからは細かい補足を4点。補足1点目、さっき気にしなくていいですといった音符の色の差。通常攻撃3段目と強化した通常攻撃では赤の音符が、共鳴スキルと強化した共鳴スキルでは紫の音符がつきます。さらに変装スキルごと音外スキルを使った後は次につく音符が必ず赤&紫の音符になります。で、ヘカテ呼んだ後の24秒間、この音符が徐々に消費されるんですが、ここで消費されてる音符に応じてヘカテの攻撃がちょっとだけ変わります。赤の音符の方が威力は若干高く、相手の動きを停滞させる効果があり、紫の音符が若干弱めで敵を1箇所に集める効果があります。で、赤&紫は赤と同じ威力で停滞と終敵両方の効果があるって感じです。が、ぶっちゃけ威力の差は微々たるもので、停滞も終敵もそんな強いメリットじゃないので、あんま考えずに威力高い通常攻撃を連打しときゃいいと思います。ただ集団戦の時は気持ちいい共鳴スキルを多く使い、紫音符を貯めとくことでヘカテがまあまあ終敵してくれるようになるってことぐらいは覚えとくといいかもですね。補足2点目、フローバと相性が良いキャラについて。さっきヘカテは味方の音外スキル使用に反応して追撃してくれる。同じキャラ同じ音外では1回しかヘカテは追撃してくれない。だから1キャラにつき基本1回しか追撃してくれないと話しましたが、例外があります。それはカンタレラです。カンタレラは普通の音外スキルのほか、共鳴解放スキルも共鳴スキルも音外スキル扱いになります。なのでカンタレラは他のキャラよりもヘカテが追撃してくれる回数も余韻バフがスタックする回数も多いです。というわけで単に消滅属性つながりだからというだけではなく、フローバの DPS を高めるという面でカンタレラは相性が良いです。
こういうキャラがいる場合はヘカテ登場中恩返スキル扱いになる攻撃も積極的に使うようにしましょう。補足3点目、強化銃撃の使用感覚について、今説明の通りヘカテ呼ぶ前には強化銃撃を使う必要がありますが、強化銃撃を使うと25秒間は次の強化銃撃を使うことができません。なのでめっちゃ早くローテーションさせた時に、あれ音符6つ溜まってんのにカメラワークが変わるあの強化銃撃が出ないがってなるかもしれませんが、そういう仕様であることを認識しておきましょう。ちなみにこのデバフの秒数を見れば次いつ強化銃撃が使えるのか分かります。補足4点目、共鳴解放スキルの長押しについて、共鳴解放スキルをちょい押しするとヘカテを呼んでくれるんですが、ちょい押しではなく長押しするとヘカテを呼ばず普通にフローバがズドンして終わります。通常はもったいないので使わないんですが、いちいち控えに入れ替えるのめんどくせえって時は共鳴解放スキル長押ししてズドンさせましょう。補足は以上です。オーガスタ、まずは早速スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場、強化銃撃2回、共鳴スキル、もう一回強化銃撃2回、共鳴解放、強化共鳴スキル3回、強化共鳴解放、通常攻撃連打連打連打、強化共鳴解放、恩返スキル、収装スキル。これで OK です。だいぶシンプルですね。それではスキル回しの解説です。オーガスタにはなんと3つのゲージがあります。貯めるもの順に王の戦意、王の意向、威圧という名前のゲージなんですが、ややこしいので単純化します。まず王の戦意はぶっちゃけ考えなくていいです。軽率に貯まるので。続いて1個飛ばしてこの威圧、パッと見ゲージっぽくなってますが、ゲージというよりフラグみたいなもので、というのも左の剣と右の剣1ポイントずつ計2ポイントがマックスなんですが、ほぼほぼデフォで左の剣は溜まっているので、実質右の剣貯めるか貯めないかって話だけというわけで、結局のところ王の意向を貯め切って威圧ゲージを1ポイント分ゲットしようってのが基本的な流れになります。そして王の意向とか威圧という名前もややこしいので、各ゲージのシンボルの形に習い、王の意向を太陽、威圧を剣と呼びます。というわけで太陽を貯めて剣をゲットしましょう。その上で改めてスキル回しを見るんですが、ここまでが太陽を貯めるための回しで、ここが剣をゲットするための回しで、ここが貯めたやつ使って無双する回しです。まず変装スキルでオーガスタが入場するといきなり太陽が少し溜まります。そしてさっき気にしなくていいよって言ったゲージがいきなりマックス溜まります。この気にしなくていいゲージがマックスまで溜まると銃撃が変化して強化銃撃になるので、それを使うことでさらに太陽が少し溜まります。強化銃撃っつったって銃撃なので1回目は長押しする必要があります。この三角マークは長押ししないと使えないよってことですね。1回長押しすると2段目の攻撃に派生します。こっちは普通の攻撃なので、今度はボタンをちょん押ししましょう。こういう銃撃主体のキャラ操作が個人的に苦手で、私は慣れるまで戦闘中もこの辺を見て、三角マークが出たら長押しして、三角マークがなくなり2段目の攻撃アイコンが出たら長押ししていたのを離して即ちょん押ししていました。強化銃撃を使い終わると気にしなくていいゲージがもちろん消えちゃうので、強化銃撃も使えなくなっちゃうんですが、ここで共鳴スキルを使うと、それ単独でまた太陽が溜まるとともに、またしても気にしなくていいゲージが瞬時にマックスになりました。ということは強化銃撃が使えるようになるので、同じように長押しして使いましょう。共鳴スキルを使う時ですが、共鳴スキルのボタンを押してから強化銃撃が使えるようになるまで少しタイムラグがあるので、三角マークが出てから長押しするようにしましょう。で、三角マークが消えて2段目の攻撃が出てきたら、さっきと同様ボタン離してすぐちょん押し。ここまでに共鳴エネルギーが溜まっていると共鳴解放が使えるようになるので、使うと別にカットインが出るわけではなく、ぬるっと攻撃が出るのとともに太陽ゲージがまた溜まります。ここまでに強化銃撃を全部相手にヒットさせていれば、ぴったり太陽ゲージがマックスになっているはず。太陽ゲージがマックスになっていると、今度は共鳴スキルが強化されるので、この共鳴スキルを3連打します。3発目を当てると無事に剣をゲット。そしたら今度は共鳴解放が強化されます。三角マークが出てるので長押しですね。ここで間違ってちょん押ししないようにしましょう。共鳴解放のボタンを長押しすると、今度はちゃんとカットインが出てきます。オーガスタの必殺技は時間停止という男子が憧れる超かっこいいやつなので、ここからはひたすら通常攻撃を連打。またしても新しく出てきたゲージが勝手に蓄積。これがマックスまで溜まると、またしても共鳴解放が使えるようになりますが、気にせず通常攻撃ボタンを押しまくっていれば、勝手に共鳴解放の締め攻撃が発動するので、強攻撃をぶっ破して終了です。
で音階を挟む余裕がなかったので適当に挟んで他の人にバトンパス。スキル回しのメインの説明は以上です。ゲージが多い割に回しに落とし込むと結構シンプルですね。ここからは細かい補足を4点。補足1点目、強化銃撃を外した場合について、さっきここまで強化銃撃を全部相手にヒットさせていればぴったり太陽がマックスになっているはずといった通り、太陽は強化銃撃を使ったらたまるのではなく敵に当てないとたまりません。もし外してしまった場合は適当に通常攻撃を連打することで気にしなくていいゲージがたまるので、それをもとに再び強化銃撃を当てるようにしましょう。補足1点目は以上です。補足2点目、誰かにバトンパスした後の話。オーガスタからバトンパスを受けたキャラは競争エネルギーをちゃんと貯めて収装スキルを使うまで交代しないようにしましょう。というのもオーガスタはバトンパスした相手にダメージアップバフをかけるだけでなく、そのバトンパス先が収装スキルを使うことでオーガスタにも電動ダメージバフがかかり、さらに剣を1つゲットできるというバフをバトンパス先にかけます。言い方が入れ子になっちゃったのでややこしいと思います。乱暴に言うと、バトンパス先がちゃんと収装スキルを使うと再びバトンを受けたオーガスタが強くなるし剣もゲットできるから、ちゃんと収装スキル使わせてねっていうことです。この運用をちゃんとやってバトンパスを受けたオーガスタなら剣が常に1本溜まった状態になってるはずってことですね。なお戦闘開始時も基本的に1本溜まってる状態になるので安心です。ただ落とし穴があって、オーガスタがバトンパスした時に他の人に与えるバフは効果時間が14秒です。なので14秒以内に収装スキルを使わないとバフが切れてしまい、バトンパスしてもオーガスタの剣がたまりません。バトンパスを受けた人はこの制限時間を意識するようにしましょう。もしバフが切れてしまった場合はオーガスタにパスしても剣がプラス1にならないので仕方がないので、オーガスタが剣を貯める作業を2回やりましょう。補足2点目は以上です。補足3つ目、共鳴解放ボタンについて。今言った通り共鳴解放にはちょん押しして使う普通の共鳴解放と長押しして使う強化版の共鳴解放があります。強化版共鳴解放が使える時に間違ってちょん押しして普通の共鳴解放を使わないようにしましょう。それだけ意識さえすれば万事 OK なんですが、その理由をちょっとややこしいんですが参考までに説明すると、まずちょん押しして使う通常の共鳴解放は共鳴エネルギーを貯めることで使えるようになります。使えるようになると紫色に光ります。一方で長押しして使う強化版の共鳴解放は共鳴エネルギーとか関係なく剣を2本貯めると使えるようになります。使えるようになるとオレンジ色に光ります。この2つは併存することが可能で、共鳴エネルギーも剣も両方溜まりきっているとそれらが混ざって何とも言えない色になります。この状態だと長押ししたら強化版共鳴解放が、ちょん押ししたら通常版共鳴解放が使えてしまいます。ここで強化版共鳴解放を使おうとして間違って通常版共鳴解放を使ってしまい、やべちょん押ししちゃったっつって慌てて強化版共鳴解放を使ってしまうと、次のローテーションで通常版の共鳴解放を使わなきゃいけない時に共鳴エネルギーが溜まっておらず使えねえってなることがあるので、無駄に通常版の共鳴解放を使わないようちゃんと長押しするようにしましょう。補足3つ目は以上です。補足4つ目、謎のシールドについて。オーガスタを攻撃するたびにめっちゃ微弱なシールドを獲得します。ぶっちゃけ防御面では意味ないと言っても過言ではないレベル。なんやねんこれはと思うかもですが、この細かくシールド獲得する能力は後続実装されるユーノの能力と噛み合っているので、ユーノが実装された時に進化を発揮するようです。期待して待ちましょう。補足は以上です。ユーノ、まずは早速スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場。瞬きは瀕死よ。共鳴スキル。私が好きよ。共鳴解放。これが私の決意。ジャンプ。たたえな共鳴スキル2回。全て長押し失敗で通常攻撃強化銃撃。導きよ。運命は示す音階スキル。通り任せたわ。収装スキルで交代。さすが答えるのだ。これで OK です。めちゃくちゃシンプルですね。それではスキル回しの解説です。ユーノの動きをざっくり言うと3ステップ。回路ゲージを貯める。貯めた回路ゲージで競争エネルギーをもりもり貯める。貯めた競争エネルギーで月を作ってバトンパスする。この3ステップです。ここまでが回路ゲージを貯める回しで、ここが競争エネルギーをもりもり貯める回しで、ここが月作ってバトンパスする回しです。言葉の整理とおさらいですが、回路ゲージっていうのは U の固有のゲージで、競争エネルギーっていうのはバトンパスする際、収装スキル、変装スキルを発動するために必要なエネルギーのことです。普通のキャラだと競争エネルギーは収装、変装スキルを使うためだけの役割ですが、ユーノの場合は競争エネルギーを貯めきることが他のキャラ以上に重要になっています。というポイントを先に示した上でスキル回しを具体的に振り返ってみましょう。まず変装スキルでユーノが入場するといきなり回路ゲージが半分弱溜まります。続いて適当に共鳴スキルを使った後共鳴解放を使うとゲージがマックスになります。回路ゲージはたったこれだけで溜まります。
楽ちんですね。その後に1回ジャンプするとユーノが三日月モードに変化します。三日月モードとは要はつよつよモードで、ここまでに貯めた回路ゲージを消費することで回復効果付きの攻撃を放ち、しかも競争エネルギーももりもり貯まるようになります。もりもりっつってんのは何かというと、ご承知の通りどのキャラもいろいろ攻撃していれば競争エネルギーは溜まっていくんですが、ユーノの三日月モードの場合は競争エネルギーがいつも以上に溜まりやすくなるので、もりもり溜まると言っています。で、この三日月モードの時にどうスキルを使うかというとシンプルで、まず共鳴スキルが2回使えるので使います。さっき貯めた回路ゲージが消費されつつ競争エネルギーがもりっと溜まってますね。共鳴スキルを2回使ったら、続いて通常攻撃のボタンを押しっぱにします。押しっぱにするだけで回路ゲージを消費しつつ通常攻撃を連続で発動してくれます。回路ゲージが尽きるまでに競争エネルギーが溜まりきっていると、そのまま勝手に強化銃撃を発動してくれます。強化銃撃が発動するとダメージとともに月が発生するので、発動したら適当に音階スキルを使ってから他のキャラにパスすれば終わり。無事に月を発生させているとキャラが交代後もフィールドに満月が残り続けます。綺麗ですね。この綺麗な満月の効果は2つあって、1つはキャラの HP とスタミナが継続回復するというもの、もう1つはそのキャラがシールドを得るたびに余ダメージを上げるバフを付与するというものです。1回シールドを得るたびに 4% の余ダメアップバフが乗り、最大で10スタックまでします。ということは小刻みにシールドを得る効果を持つキャラだと満月の下では超攻撃力が上がるってことです。要するにオーガスタと相性がいいってことですね。スキル回しの解説は以上です。ここからは細かい補足を3点。補足1点目、回路ゲージの溜め方現月編。先ほどあたかも回路ゲージが溜まりきった状態でジャンプすると三日月モードに入るかのような説明をしましたが、これは誤り。正しくは回路ゲージが溜まっていようがいまいが、現月モードの状態でジャンプすると三日月モードになっちゃいます。現月モードってなんやねんというと、共鳴解放を使うことで強制的に突入するモードです。何も乗ってない状態が通常モード、月に乗って地上にいる状態が現月モード、月に乗って浮いてる状態が三日月モードです。このうち現月モードの状態でジャンプすると有無を言わさず三日月モードになるということですね。通常最初のスキル回しで紹介した通り、変装スキル共鳴解放の順に使えば回路ゲージがマックスまで溜まり、かつ現月モードになるので、あとは何も気にせずジャンプして三日月モードになればいいんですが、例えば変装スキル使えずに共鳴解放を使っちゃったとか、スキル回しと違う動きをしちゃった時に回路ゲージが溜まりきってないまま現月モードに入っちゃう場合があり、そしてこの状態でジャンプしちゃうと三日月モードになっちゃいます。三日月モードでは回路ゲージを消費しながら競争エネルギーをもりもり貯め、競争エネルギーを貯めきってから強化銃撃を撃つ必要があるので、回路ゲージの蓄積が不十分な状態で三日月モードに入ると競争エネルギーを貯めきれない場合があります。回路ゲージが溜まりきってない時に現月モードに入っちゃった時は不用意にジャンプせず、代わりに通常攻撃を使うか共鳴スキルを使いましょう。こうすることで回路ゲージを追加で貯めることができます。もし間違ってジャンプして三日月モードに入っちゃった時は再度ジャンプボタンを押せば現月モードに戻れるので、慌てず押して現月モードに戻りましょう。補足1点目は以上です。補足2点目、回路ゲージの溜め方通常編。繰り返しなんですけど、変装スキルから共鳴解放してれば回路ゲージがマックスまで溜まり、かつ現月モードになるので、今から言うことを気にする必要はないんですけれども、例えば他のキャラからユーノに切り替わった時、共鳴エネルギーが溜まりきっておらずすぐに共鳴解放が使えない、なので現月モードにも入れないって時もありえるかと思います。この場合どうやって回路ゲージを貯めるかというと、もしちゃんとユーノが変装スキルを発動しながらバトンパスを受けていた場合は共鳴スキルが強化されているので、この強化共鳴スキルを使いましょう。このスキルを使うことでもう現月モードに突入できます。さっき共鳴解放すると現月モードに突入すると言いましたが、この説明だと不十分で、正しくは共鳴解放するかこの強化共鳴スキルを使うと現月モードに突入するということですね。強化共鳴スキルを使って現月モードに突入すれば、あとはさっき言った通り通常攻撃やら共鳴スキルを使えば回路ゲージを貯めることができます。それとさらに悪いケースを一応伝えておくと、変装スキルすら発動せずにユーノに変わっちゃった、だから強化共鳴スキルも使えません。しかも共鳴エネルギーも溜まってないから共鳴解放も使えません。ここからでも入れる保険ありますか？もといここからでも現月モードに突入できますかって時もあり得るかと思います。そういう時は通常攻撃を連打するか共鳴スキルを使いましょう。通常攻撃の3段目を発動させるか共鳴スキルを発動させることで、さっき言った強化共鳴スキルが使えるようになりますので、これを使って現月モードに突入すれば OK です。補足2点目は以上です。
補足 1,2 点目の話が若干ややこしかったので最後にまとめるんですが、まず再三お話の通り、通常は変装スキル共鳴解放を使えば回路ゲージもマックスになり現月モードになるので、ジャンプして三日月モードになれば OK。 もし共鳴エネルギー不足で共鳴解放が使えず変装スキルしか打てなければ、その時は強化共鳴スキルが使えるはずなので、強化共鳴スキルを使って現月モードに突入し、通常攻撃や共鳴スキルを使うことで不足している回路ゲージを補えば OK。 もし変装スキルすら打てなければ、通常攻撃を連打するか共鳴スキルを使うことで強化共鳴スキルが使えるようになるので、それ使って現月モードに突入すれば OK。 こんな感じです。ちなみにあと一つだけややこしいこと言うんですが、これまでさも回路ゲージをマックスにしてから三日月モードにしないとダメみたいな言い方をしましたが、あくまで一番気にしなきゃいけないのは競争エネルギーを溜め切って強化銃撃を打ち月を発生させることです。極端な話、競争エネルギーが溜まりそうであればわざわざ回路ゲージをマックスにしてから三日月モードに突入する必要はありません。というかもっと言うと、これまでさも三日月モードの状態で競争エネルギーがマックスまで溜まっていると強化銃撃で月を出せるような言い方をしましたが、別に競争エネルギーが溜まりさえすれば三日月モードじゃなかろうが強化銃撃が使えるので、要は月も出せます。三日月モードというのはあくまで競争エネルギーをもりもり貯めるための手段でしかないということですね。そうは言っても三日月モード中は攻撃に追加回復効果もありますし、競争エネルギーももりもり溜まりますから、普通は三日月モードを経由した方がいいんですが、一応ユーノの仕様としてお伝えしておきました。通常ローテだけ考えれば何も難しいことはないキャラなんですが、今ご説明したいざという時の回し方も理解してより柔軟に使えるようになると、さらに味わい深くユーノを使えるかと思います。最後に補足3点目、オーガスタと編成した時の特殊演出について、ユーノの強化銃撃を使った時に月が、オーガスタの共鳴解放を使った時に太陽が発生しますが、これらをそれぞれ使うと太陽と月が重なる特殊演出があります。贅沢ですね。補足は以上です。解説は以上です。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けに動画を作りました。こんな感じで今後実装するキャラはあっさり味の攻略動画を作ってまいります。動画への忌憚のないご意見感想お待ちしております。家なしララは最短で最高のゲーム体験を届けるためのチャンネルです。今後作成する解説動画もお見逃しのないようチャンネル登録お願いします。動画の速報やオタク語りは X で語ります。そちらもフォロー何卒おついえなし。